お疲れ様です。お疲れ様です。日本陸軍に、スパイを養成する学校があったの知ってる？日本軍にスパイがいたの？スパイという言葉を聞くと007みたいなイメージを想起するが、帝国陸軍には007以上に現実的な、情報、謀略、宣伝工作等に従事する専門家を養成するための軍学校が、表立ってその存在を世間には隠しながら存在し、時には忍術の講義も行いながら、多くの卒業生を送り出し、それら卒業生らは戦場で活躍を見せた。その軍学校の名前は、陸軍中野学校だ。早々期は後方勤務要員養成所という何を教えてるのかよくわからない教育機関であり、陸軍大臣に直轄する陸軍中野学校に改称以降も、一体何を教えているのかを大っぴらにすることはなく、しかし、謀略や遊撃戦など帝国陸軍にとって重要度が増していった戦闘について教育を施した。今回は、その陸軍中野学校の話をしていきたい。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。さて、まずは陸軍中野学校という特殊な軍学校が設立された経緯とその発展を見ていこう。満州事変以降、帝国陸軍は地理的にソ連軍とより近くに対峙することとなって、日ソ間の情報戦も激しさを増し、それまでの徒弟制度的かつ場当たり的な帝国陸軍の情報や謀略工作では、大陸における優位を保てないのではないかという懸念が軍内に醸成されていった。その懸念を受け、新設された陸軍省兵務局が中心となり、謀略系軍人の代名詞ともなった岩黒少将や、後年は作戦畑で東条英機と対立する田中伸一中将などが、当時は油の乗った左官クラスの軍人として、新しい防潮体制確立の研究に着手し、まずは警務連絡班という防潮の専門機関が設置されることとなった。田中伸一さんはあれだね。作戦部長時代にガダルカナル作戦に投入する船舶量をめぐって陸軍省とめっちゃ対立して、首相と陸将を兼任してた東条さんを免馬したという荒っぽい人だね。田中中将はとにかく気性が荒かったらしい。岩黒少将とは気が合っていたようだけどね。この新設された警務連絡班は、科学的な情報や傍聴や謀略の宣伝をつけるため、まずは外国高官に対する電話の盗聴や郵便の秘密検閲から手を染め、通信や郵便を所掌していた逓信省のバックアップもあって、徐々にそのノウハウを蓄積していった。岩黒少将は、ゴロツキや大陸浪人を駆使して遂行されてきた陸軍の荒っぽい謀略工作を今後は整理して、その代わりに、近代的かつ科学的な専門家、組織、機材による謀略活動が必要であるという認識のもと、参謀本部に対し、情報謀略の科学化という意見書を提出。これが陸軍中野学校の短所となっていく。その意見書によって陸軍中野学校が誕生したのかな？正確には、陸軍中野学校という校名は後年に付され、誕生した時は後方勤務要員養成所という、一見すると何をやるのかよくわからない学校が誕生した。この後方勤務要員養成所の初代所長が、情報将校にして陸軍中野学校の実践教育を体現する人物、秋草俊だ。戦後はソ連に抑留された軍人だね。瀬島雄三とどこかで会ったりしていないのだろうか。この秋草俊は、終戦時は関東軍情報部長だった関係でソ連軍に抑留されるんだが、陸軍士官学校を卒業した軍人としては異色の経歴の軍人で、陸軍委託学生として東京外語学校のロシア語科で弁礼し、大陸ではハルビンで特務機関に従事、対ソ連の諜報活動における第一人者となって、後方勤務要員養成所の初代所長となった。口述するように、同人は、陸軍中野学校の教育における大きな特色である実践的な教育を施すため、時には法律スレスレの訓練も辞さなかった大物だ。どういうタイミングで後方勤務要員養成所から陸軍中野学校に校名が変わったの？陸軍大臣直轄の軍学校という位置づけになった段階で、後方勤務要員養成所から陸軍中野学校となった。謀略工作なら参謀本部的だし、教育関係なら教育総監部だと思うけど、なぜ軍政や予算担当の陸軍省の直轄になったの？これはね、謀略や情報の専門家を養成する学校ならば、
本来は情報部を抱える参謀本部が担任して叱るべきなんだが、当時の参謀本部情報部において、この後方勤務要員養成所に対する評価や期待が定まらず、例えばソ連を担当する部署は後方勤務要員養成所に期待するところ大だったんだが、英米を担当する部署や中国を担当する部署は消極的といったように、総じて参謀本部の足並みが揃っていなかった。そのため、参謀本部としては予算措置をうまく差配できなかったので、陸軍省軍事課という予算権限の強い部署の配慮により、各課の予算から少しずつ捻出をしてようやく陸軍中野学校の予算を計上できたという、涙ぐましゆえに帝国陸軍らしい背景があった。陸軍と海軍どころか、陸軍内の陸軍省と参謀本部でも足並みが揃わないのに、ましてや参謀本部の情報部の中でも足並みが揃わないのは、軍部らしいといえば軍部らしい。でもなんで参謀本部情報部でソ連を担当する部署は陸軍中野学校を歓迎して、英米や中国を担当する部署は渋ったの？日ソ国交回復後、ソビエト連邦から輸出される共産主義思想とその脅威に神経を尖らせ、国内膨張の重要性につき、ソ連を担当する部署はそれまでの経験からそのことを強く認識しており、その観点から陸軍中野学校を支持していたと言われる。対して、英米や中国担当の部署は、そういった謀略や情報の専門家が実際に養成されてしまうと、駐在武官の役割が失われてしまうじゃないかという、役所的な理由が背景にあったようだ。やや難産ではあったが、正式に陸軍中野学校は開校し、その校門には陸軍通信研究所と実際とは異なる校名を掲げ、軍内では参謀本部軍事調査部で通した。そのため、学生の名刺などにも参謀本部軍事調査部と部署名が刷られており、学生から発信される通信書類は、陸軍省兵務局防衛課名義で発送されるなど、同期や家族にも説明が難しそうな立場で、学生らは陸軍中野学校での勉強や訓練に励んだ。次に、陸軍中野学校での教育内容を見ていこう。中野学校には目指すべき軍人像みたいなのはあったの？学校当局としても学生らに理想像を提示して教育方針として掲げる必要があったことも影響し、陸軍中野学校が目指すべき軍人像として選択したのが、日露戦争で名を挙げた明治陸軍の謀略家、明石元次郎だ。同人は日露戦争におけるロシアでの諜報活動で有名だが、陸軍中野学校は明石元次郎を模範に謀略戦や諜報戦闘を遂行する学生を練成戦とした。教材とかシラバスはどうしたの？謀略や諜報の近代化を掲げて設立されたとは言っても、創創期は特に手探りで、各教官による講義には定められた教科書もないため、各教官が思う通り自由な形で様々な講義が展開されたそうだ。教官としてもゼロから講義を構築する必要があったので、日本史は戦国時代まで遡って謀略や諜報の痕跡を収集し、海外に駐在する陸軍の駐在武官からの報告も活用して徐々に教材を作っていった。このように教官と生徒が一体となって諜報や謀略を講究する姿勢は、制度化された学校というよりも私塾のような景観であり、柔軟な校風で学生を育成しようとする雰囲気に満ちていたそうだ。また、参謀本部や陸軍省から派遣されてくる外部の教官にしても、何をどのレベルで教えるべきか試行錯誤の状況で、参謀本部情報部から派遣されてきたソ連通の情報参謀は、まずは学生らに対して諮問をした上で、学生らのレベルを確かめてから講義を展開していったそうだ。どんな諮問でレベルを測ったの？ソビエト連邦の要人の名前を知ってるだけかけと諮問し、学生がどの程度ソビエト連邦について知識しているのかを確かめた。この情報参謀は参謀本部情報部の中でもソ連を担当するかにいた人物なので、先ほど言及した通り、後方勤務要員養成所、後年の陸軍中野学校の創設にあたっては、参謀本部情報部の中でもソ連関係の部署は特に積極的に応援した関係もあり、充実した講義にしようという熱意もあって、当該情報参謀は、まずはその諮問をすることで、学生らのためになる講義をしようとしたのだろう。中野学校の学生は全体的にどんな科目を学んだの？陸軍中野学校では、大東亜戦争の進捗に従い、
謀略や諜報だけでなく遊撃戦、すなわちゲリラ戦の教育の比重が大きくなったり、分校ができたりして一概には言えない部分もあるんだが、まず、学生らに対する精神教育は一貫して重視されていた。精神教育って何を教えるの？国体学だ。具体的には、今も皇居外苑を守るかのように銅像がある兼務中高の中心、楠木正成の精神が説かれた。陸軍中野学校ではこの国体学が講義される際は、学生らが小さな机に向かい、座布団なしで正座し、まるで松下村塾で講義を受けるような特別なしつらえで実施されたそうだ。膝が痛くなりそうだ。楠木正成校の国体学以外には何があったの？陸軍中野学校の一期生、正確には後方勤務要員養成所の一期生だが、創設に関与した岩黒少将などが、謀略や諜報のためには視野の広い軍人を育てる必要があるという考えにより、これら一期生は、あえてバリバリの軍人コースを歩んできた陸軍士官学校出身者ではなく、一般大学等出身の幹部候補生らから選抜をしたので、軍事に関する兵器学や築城学も講義された。視野を広くするなら軍事学は講義しなくても良いのではないか。ここは難しいところで、陸軍中野学校の学生らが卒業後に所属するのは帝国陸軍であり、収集した生の情報を審査、整理、分析してまとめ上げた情報を活用するのも帝国陸軍の作戦に寄与する目的が第一義なので、作戦部と連携する必要も考慮すると、教育課程から軍事学を抜くことは難しかったのだろうと思われる。作戦参謀から舐められたらあれだしね。その他にはどんな科目があったの？忍術があったんじゃないの？忍術の授業の話はちゃんと口述する。陸軍中野学校らしい講義としては、変装術、写真術、会館術、会場術などが挙げられるだろう。会館術って何をするの？手紙の開封だ。当時の手紙は封篭という篭で封巻してあったので、この篭をバレないように剥がし、中身を素早く撮影し、中身を戻して再び同じ色にして同じ型の封篭で封巻するという職人技が講義された。ちなみに、開錠術は読んで字のごとく、鍵を開ける技術であり、鍵の機械的構造を熟知した上で、鍵を可能な限り既存せずに開ける技術が講義された。そんなにいっぱい講義して学生たちは全部習得できたの？これは陸軍中野学校の初期の特徴でもあるが、手先の技術習得を強制するというよりは、幅広く基礎的な修練を行い、こういう方法があるんだなという経験を積ませることを重視して、いざ現場では自律的に合理的な判断をできるよう訓練する、という指示があったと指摘される。これについては、陸軍中野学校の創設に深く関与した謀略系軍人である岩黒少将が、陸軍中野学校は手先の技巧に走るようになってしまったが、大事なのは頭であり、手先の技巧に走ると判断を誤るという趣旨の開墾を戦後にしていることと表則が合うように思う。現場での合理的判断ができるようにする訓練はあったの？例えば、教官から、学生を駐ノルウェー陸軍武官と想定し、当該日付の実際の世界情勢を踏まえて、駐ノルウェー陸軍武官としてどのような状況判断をすべきか、といった問題演習で訓練が実施されたそうだ。この演習問題には、実際の報道として、ヒトラー総統率いるナチスドイツ軍がノルウェーやデンマークに進駐したという報道がなされた直後だったので、これを踏まえての状況判断が期待された。こういった演習が実施されたこともあり、陸軍中野学校の学生は、毎日の新聞で報道される代償とはない記事を自学自習の材料とし、これを総力戦と秘密戦の観点から洗い直して分析し、処置を決定する自主訓練を遂行した。秘密のカメラとか使う需要はなかったの？もちろん、あった。謀略機材や偽造紙幣等の開発や生産を遂行した登戸研究所と連携し、陸軍中野学校では特殊爆弾、盗聴用の機材などについても訓練を積んだ。具体的には、万年筆やライターに組み込まれた超小型カメラの操作術、テープレコーダーを敵型に感知されずに装着しての盗聴術、暗号文の作成や、敵型の暗号文の解読術、機密文書の盗読術、ダイナマイトや手榴弾による鉄道や橋の爆破術、送電線の切断術など、とにかく多岐にわたる。さらには、
帝国陸軍で発達しつつあった機構系の軍学校の協力を得ての自動車操縦術、同じく交流していた陸軍飛行学校の協力を得ての飛行訓練なども実施された。ここら辺は007感があるね。そして、陸軍中の学校で語り継がれる、いろんな意味で伝説的な授業といえば、忍術だろう。やっと忍術の話に来たな。甲賀流忍術を受け継いだ忍術家であり、甲賀流忍術第14世の藤田聖子は、陸軍中の学校の準備段階から協力し、開校後は授業を受け持った。甲賀流の藤田さんはどんな実演をしたの？この点はね、藤田教官は忍術自体を講義せずに憲法や精神論を講義したとする説もあれば、藤田教官は最後の忍者と称された甲賀流忍術家らしく、息を吸えるよう工夫した竹を持って水中で潜む方法や、獅子の関節を外して敵の罠から離脱する方法、無音で移動したり階段を上がる方法を、学生らに実演したとする指摘もある。少なくとも、学生らに忍術を実践させるというよりは、現代でも活用できる可能性のあるそういった方法が存在することを認識させる授業だったのではないだろうか。まさか忍者を軍学校に招いて授業させるとは。ちなみにだが、アップ主として忍術以上に一番驚いたのは、実際の窃盗犯をわざわざ陸軍中の学校に招致して、スリの実演をさせたことだ。前科者だろうが忍者だろうが帝国陸軍のため、ひいては国家のために謀略や諜報に役立つかもしれない技術を学生らに見せることに力を傾けた学校当局の努力はすごいと思う。さすがにスリを学生にはさせなかったよね。スリは不明だが、法律スレスレというかもはや違法なのではないかという訓練はしていた。違法かもしれない訓練ってどんなの？例えば、品川に所在する軍需工場に忍び込んで当該工場の生産力を調査するとともに、当該工場の生産力を覆滅させるにはどの建物にどのような種類のどれくらいの量の爆弾が必要か算定する、といった訓練があったそうだ。シンプルに不法侵入なのではないだろうか。また、鬼怒川発電所に対し、ただの温泉客等に変装して模擬爆弾を仕掛けるという訓練もあったらしい。発電所からしたら迷惑この上ない。陸軍中の学校は工場や発電所など外部に対してもこのような訓練を敢行していたので、身内である陸軍に対する訓練はさらに容赦がなかった。どんな迷惑な訓練を身内にしたの？学生が会社員などに変装して、軍政の中枢たる陸軍省に潜入し、軍の機密書類を盗み出すという訓練だ。この訓練には、学生を鍛えるだけでなく、陸軍省の軍政系軍人らに対し、傍聴意識がいかに甘いかを周知徹底させる意味合いもあったらしいけどね。盗んだ書類ってその後はどうしたの？初代校長を務めた情報将校の秋草俊が、後日に陸軍省を訪れ、本当なら陸軍省各部局の金庫で厳重に保管されているはずの機密書類を机上に広げたので、陸軍省の幹部らは愕然としたそうだ。謀略や諜報の訓練が陸軍中の学校では主体だったのかな？陸軍省の強い要請もあり、陸軍中の学校の2期生以降には、異民族工作等の占領地行政も重点的な教育項目となった。なんで陸軍省はそんな要請をしたの？対米関係の急速な悪化に伴い、南方作戦の可能性が俄然高まり、帝国陸軍としては南方における武力戦に伴う異民族工作や、武力占領後の占領地行政に関心が高まったためだ。さらに、この異民族工作や占領地行政に関しては、当該地域の宗教や民族事情に通じる必要があるため、宗教学や民族学なども陸軍中の学校における大事な教育科目となっていった。さらに、大東亜戦争竹縄になると、当初防衛や本土決戦に備えた重要な教育項目も加わることとなる。さっきちょっと言ってた気がするけど、なんだっけ？遊撃戦、つまりゲリラ戦の訓練だ。この遊撃戦の訓練として、戦功法や通信法だけでなく、考察法もしっかり教育が施された。考察法って何をするの？考察法は、具体的には、狙いとする工場を外部から観察し、当該工場の生産能力を推計したり、船を観察して積載量を推計したり、狙いとする港湾を観察することで2役能力を推計したりする方法だ。そんな推計をすることって可能なの？
この考察法を高級して公式まで作った武官教官までいた。それってどんな公式？ざっくり言うと、一つの工場があって、その工場の敷地面積がわかれば、建屋の床面積がわかり、建屋の床面積がわかれば機械の台数がわかり、機械の台数がわかれば生産能力がわかるという、公式集を作っていたそうだ。学生の中には当該公式集の信用性につき半信半疑だった者もいたが、武官教官は考察法の実習として、ある工場をターゲットとし、まずは補足で工場の外周を計測して、最初の数字である工場の敷地面積を計算し、あとは公式にのっとって生産能力を推計させた。実際の生産能力と合ってたの？計算後に、その工場を実際に訪ねて協力を依頼して説明してもらうと、当たっていたそうだが、勘ぐる学生の中には、もともと工場と話がついていたのではないかという疑念を指摘する者もいたから、その公式の真偽はどうだったんだろうね。このように、後年は手先の技巧に流れる傾向も見受けられたものの、軍学校らしからぬ自由な校風と実践的教育の徹底により、学生が現場で自律的に判断できるよう教育を施すという趣旨で陸軍中野学校は脈々と教育に熱意を傾け、数多くの謀略戦や諜報戦に貢献することとなった。また、陸軍中野学校の特殊な教育環境は実践的な訓練ゆえか、戦後にも活躍する卒業生は多く、銀行、商社、医師、弁護士、政治家などその活躍の舞台は多岐にわたり、中には陸軍中野学校で学んだ宣伝工作の技能を金融界で応用して出世の階段を駆け上がったバンカーもいたそうだ。さて、陸軍中野学校の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、大本営情報参謀掘り映像、マッカーサーとの対決、陸軍の諜報謀略秘密資金、機密費、電撃陸軍大臣と呼ばれた男、東条英機、商社マンになった大本営参謀、瀬島雄三、大日本帝国海軍、大陸と洋爆撃作戦、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、東条英機、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防日清戦争編、東条英機、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人宰相桂太郎などです。直近の動画は、大日本帝国陸軍において敏腕の情報参謀だった堀映像が、マッカーサー率いる米軍と激突するフィリピンの方面軍情報参謀として、米軍の上陸時期、上陸地点や兵力量を予測して見事に的中させ、マッカーサーの考えを読む男という意味で、マッカーサー参謀と恐れられたフィリピン防衛戦を中心に解説をしております。詳しくは画面下の概要欄にある、メンバーになる、というボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。